のぞみは何か新しいことを始めるとき、自分にとっていいかだけを考える？まずは自分が楽しいかを考えるかな。始める前から苦しかったら続かないし。それは大事だね。じゃあ、そこにあと2つ足したら、全部でいくつ？ 3つ。今日は算数の番組だった？違います。今日の言葉は散歩をよし。これ、私が一番好きな言葉なんだ。あ、一番？それならいつもより少し熱くなりそうだね。今日は3つのよし。飽きないから生まれた考え方、そして日常での使い方を話します。自分だけじゃないよしか。何が増えるのか気になる。ということで始まりました。レイトナイトジャパニーズチャット。私たち、みさきとのぞみがお届けします。今夜も楽しく話していきましょう。まずは散歩をよしを言葉の形から見てみよう。3は3つ。方は方向の方だよね。そう。ここでの方は方向より立場や側に近いです。方なのに散歩ではポーと読むんだね。前の運とつながって音が変わります。三方ではなく三方と覚えてね。3人という意味じゃなくて3つの立場なんだ。そしてよしは良いやいいという意味。少し古い形だけど今でもちゃんと準備よしのように使います。出発前に財布よし、スマホよし、おかすよしって確認する感じ？最後だけ随分大事そうだね。つまり散歩よしは3つの立場にとってどれも良いということ。その通り。次はその3つが誰なのかを見てみよう。3つの立場は売り手よし、買い手よし、世間よしです。売る人と買う人はわかるけど、世間は急に広いね。世間は2人の周りにいる人や地域、社会のこと。商売は自分たちだけの中で終わらないからね。お店だけが儲かって買った人が困るなら買い手よしじゃない。買う人だけが安く得をしてお店が続けられないなら売り手よしでもありません。誰か一人が我慢して作るよしじゃないんだね。そう。散歩よしはただ親切にすることでも自分の利益を捨てることでもないんだ。商品が便利でも作る途中で地域を困らせたら世間よしとは言いにくいね。3人とも無理に笑顔を作らなくていい。本当に続く形を探すんだ。この考え方は今の滋賀県を中心に活動した近江商人の商売と結びついています。自分の町だけじゃなくて遠い地域へ行って商売をした人たちだよね。知らない土地で商売を続けるには商品だけでなく信用も必要でした。一度だけ売って終わりならごまかせるかもしれない。でもまた来たいなら信頼を失えない。そして大事な点があります。散歩よしという短い決まり文句は昔の商人がそのまま使っていた言葉ではありません。じゃあ後から作られたの？そう。近江商人の考え方を後の時代に分かりやすくまとめた標語だとされています。長い知恵を覚えやすい4文字にしたんだね。では地元のパン屋さんでパンを一つ買う場面を考えてみよう。パンなら得意。買う準備はできています。お店は商品が売れて仕事を続けられる。これが売り手よし。私は美味しいパンを食べられる。これが買い手よし。地域のお店が続けば人が働く場所や町のつながりも残ります。これが世間よしにつながることがあります。パン一つから作る人や働く人、町まで線が長く伸びた。ただし地元で買えば何でも自動的に散歩よしになるわけではありません。作る人が無理をしていないか、買う人が納得できるか、周りにも良いか、全部を見るんだね。そう考えるとパンを選ぶ目も少し変わりそう。散歩よしは開かないから生まれた言葉だけど、広い考え方として日常にも落とし込めます。買い物をしない日にも使える？もちろん。友達と予定を決めるときなら自分も楽しい、相手も無理をしない、周りにも迷惑をかけない形を探せるよね。私だけ行きたい場所を10個送るのは一方よしかもしれない。新しいものを選ぶときも自分に便利か、作る人に無理がないか、環境にどんな影響があるかを考えられます。3つの立場は場面によって自分、相手、周りと考えてもいいんだ。その周りには地域や環境、未来の人まで入ることがあります。これは元の意味を広げた使い方です。大切なのは自分だけを見ないこと。3方向を見るなら首も柔らかくしておかないとね。
このポッドキャストも広い意味では三方よしだと思っています。あ、私たち知らないうちに近江商人になっていた。商人ではありません。まずこの番組を作っている春は好きな日本語や日本文化を調べて皆さんと分け合える。聞く人は日本語を練習しながら教科書だけでは見つけにくい文化や考え方に出会える。そして日本語や日本文化が海を越えてもっと多くの人につながっていく。これを3つ目のよしにできたら嬉しいです。作る人よし、聞く人よし、日本語と文化よし。そういう形を目指して毎回作っています。じゃあ話している私たちも入れたら4方よし。急に一歩増やさないで。私は何かを始めるときや選ぶときにこの考え方を一番大切にしています。3つ全部が完璧になる答えを探すの？完璧じゃなくて大丈夫。自分だけが得をしていないか、誰かが無理をしていないか、長く続けられる形か、この3つを考えるための物差しです。正解を出す道具じゃなくて立ち止まるための道具なんだね。では今日の3つをまとめます。1つ目、三方よしは売り手、買い手、世間に良い贖いを目指す考え方。2つ目、近江商人の知恵を後の時代に覚えやすくまとめた言葉。3つ目、商売だけでなく自分、相手、周りに良いかを考える時にも使えます。これだけ覚えれば完璧。じゃあ今日のおやつも私よし、美咲よし、お菓子屋さんよし。それは自分に都合のいい三方よしだね。美味しく長く続けられる形を探しています。今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。それではまた次の夜に。おやすみなさい。おやすみなさい。